奈川南部の各観光地の玄関口として使いやすい大船にコスパのいいホテルがあった。部屋も綺麗で駅近、ビジネス用途でもバッチリ。鎌倉や湘南の観光やビジネスの拠点として最適解なホテルを徹底紹介するので最後まで見てね。ご視聴ありがとうございます。ゆう旅です。天気が良くないけど今回も超コスパのいいホテルに滞在しちゃいます。このチャンネルはコスパのいいホテルやちょっと贅沢なホテルなどをできるだけ細かいところまで紹介していきます。ぜひチャンネル登録してくださいませ。さて、湘南モノレールの大船駅が映りましたが、皆様、大船という土地はご存知でしょうか？ JR 線と湘南モノレールが乗り入れるターミナル駅で、藤沢や鎌倉、江ノ島といった観光の名所にアクセスしやすい、まさに玄関口なんです。湘南モノレール大船駅では、モノレール関連のグッズも購入できちゃいます。プラレールとか結構本格的じゃないですか？今回のホテルは大船駅から徒歩3分と高アクセス。そのため観光や出張で疲れた時もささっとホテルに戻れるのが嬉しい。さて、湘南モノレールの駅改札からホテルへ向かいましょう。改札を出たら左手に進みます。そしてそのまま左に曲がって進んでいきましょう。右手にルミネの入り口が見えますが、 JR からの方はルミネの中を通るのが一番楽です。ルミネの入り口を通り過ぎると開けた場所に出てきます。エレベーターもあるので、ベビーカーや車椅子、足が不自由な方はこちらから。この広場から見える大船観音寺の白衣観音像、1929年に着工し、その後第二次世界大戦などを経て1960年に完成。大船の観光スポットの一つです。ルミネの美容室のすぐ目の前のこちらの階段を降りていきます。階段を降りたらそのまま線路沿いに歩道を進みましょう。先ほどのエレベーターの場合はこちらの歩道に出てきます。メトロポリタンホテルズなどを運営する日本ホテル株式会社のホテル JR 東日本ホテルメッツ鎌倉大船にお邪魔します。ホテルまでの道は屋根がないのが少し残念ですが、近いので頑張りましょう。今回もコンセプト紹介。ホテルメッツのコンセプトは上質が息づく、飾らない上質さをテーマに宿泊者の快適さを第一に考えたホテルとなっています。以前の幕張豊砂とは違い、プレミアブランドではないので違いなども注目したいですね。ホテルの駐車場はこちら。15時から翌11時までで1500円となっています。利用の際はチェックイン時にスタッフさんへ申し出てください。さらに進んでこちらがホテルの入り口。普通のビジホって感じですね。早速中に入ってチェックイン手続きをしちゃいましょう。潜入。自動チェックイン機を使ってチェックイン手続き、支払い方法はこちらの通りとなります。案内の用紙やルームキーを受け取りましょう。レセプションの横にはアメニティステーションも、こちらは後ほど紹介しますね。それでは早速お部屋に向かいましょう。こちらがロビー階のエレベーターホール。このエレベーターホールにはウェルカムドリンクのコーヒーマシンがあります。エレベーターはルームキーをかざさないと客室階に行けないタイプなので、セキュリティ面も安心ですね。客室階のエレベーターホール、そして廊下、自然光を採光していることもありますが、明るい作りになっているので安心感も増しますね。今回アサインいただいた606号室。シングルルームのお部屋です。ルームキーをかざして早速入室。お部屋入ってすぐのところのカードポケットにルームキーを差し込んでルームツアースタートです。
お部屋に入りました。早速順番に見ていきましょう。今回のお部屋の位置と避難経路はこちら。避難用のヘッドカバーもあって、万が一のこともしっかり考えられていて安心。さて、中へ。こちらがシングルルーム。広さは16平方メートルですが、数字以上の広さを感じます。眺望はどうかな？ホテルから西側の眺望となっていました。個人的に大船の裏側方面って感じです。大船観音もお部屋から拝むことができます。ご利益ありそう。こちらの方面は駅周辺のにぎわいは少ないものの、貴重なトレインビューなので鉄道好きにはたまらないかもしれませんね。窓際からお部屋を見渡すとこんな感じ。ベッドは幅140センチメートルのダブルサイズ。ゆったり寝れそう。ベッドの上にはナイトウェアがワンピースタイプなのがちょっと残念。胸元にはホテルメッツの刺繍もありました。連泊時の清掃の案内も。エアコンは嬉しい個別調整タイプ。ベッドのヘッドボード上部は間接照明となっていておしゃれ。ベッドサイドのライト、結構大きめですね。アラーム機能付きの置き時計とお部屋の照明スイッチ。電源コンセントが2口と常備灯や小物が置けそうなスペースも。こちらのホテルも枕は最初から2種類置いてありました。恒例のベッドチェック。シーツ、ベッドパッドと続き、マットレスは快眠には欠かせないシモンズのものが採用されていました。ベッドの向かいにあるこちらの壁側を見ていきましょう。デスクもこちらですね。テレビは東芝製。電源をつけるとホテルメニューが表示されました。Wi-Fi の情報も。コインランドリーの使用状況も確認できます。2台なので競争率高そう。お部屋でチェックアウトもできるみたい。今回も使わせてもらいましょう。テレビの下のデスクをティッシュボックスケースと電源コンセントが2口。客室内電話機とアクセサリートレイ、筆記用具。ここにも電源コンセントが2口。あと無料のミネラルウォーターも。こちらにいろいろまとめてみたのでチェックしてみましょう。館内情報をチェックできる QR コードや Wi-Fi の接続情報。Wi-Fi の速度はダウンロードが 135Mbps、アップロードが 157Mbps なので仕事も安心。ホテルロゴ入りの除菌消臭スプレー。チェックイン時に受け取ったこちら。ホテル施設の案内と朝食券。朝食じっくり紹介しますよ。1階から持ってきたアメニティ。こちらも後でじっくりと。ちらっと開いていた引き出しを開けてみると、折りたたみ式スタンドミラーや携帯用マルチ充電器が入っていました。引き出しやすい椅子。デスクの下には冷蔵庫なんかも。中は空っぽでした。グラスとマグカップが2つずつ。埼玉川口にあるドリテック製の電気ケトル。かなり大きいタイプですね。シャープ製の加湿空気清浄機も最初から設置されていました。入り口付近に戻ってきました。今度はこの辺を。入って左手側はオープンクローゼットとなっています。綺麗に揃えられたハンガー。数も十分。ここにも除菌消臭スプレー。こちらは清水化ですね。足元にシューホーン、ブラシ、シューポリッシャーのクロス。折りたたみ式のバゲージラックも。スリッパはウォッシャブルタイプのみとなっていました。クリーニング済みとなっていても使うのは少し気が引けちゃいません。ルームキーのポケットはクローゼットの右側に。そして十分に背の高い全身鏡も壁に設置してあります。全身鏡の隣のドアの中は水回りですね。
3点ユニット式のユニットバスとなっていました。ヘアドライヤーはパナソニックのナノケア。少しでも力を入れているのがわかりますね。アメニティ入れのボックスとコップ2つと電源コンセント。フェイス&ハンドソープ。TOTO製のウォシュレットとなっていました。特に座りづらさみたいなものもなく、普通に利用できました。リモコンやペーパーは便座正面に。リモコンの上あたりにバスタオルとフェイスタオル。バスタブはよくあるようなちょっと狭めのサイズ。でも汚れ等もなく清潔感もあってよかったです。ユニットバスなのでカーテンレールも。カーテン使う際、バスタブの外側と内側、皆さんはどっちにしてます？シャワーヘッドはシンプルなやつですね。バスアメニティはホテルオリジナル。他のお部屋もご紹介。今回のシングルのほか、部屋が広めのデラックスシングル。ダブルルームは A と B の2タイプ。ベッド幅はクイーンサイズ。A だと3名まで対応しています。ツインルーム、デラックスツイン。デラックスはベッド幅がダブルサイズですね。そして車椅子対応のお部屋のユニバーサルダブル。部屋数がどうしても限られるので、利用したい場合はホテルへ問い合わせが必要です。チェックイン前にお昼をということで、駅から徒歩数分のところにあるチェビーズハンバーガーにやってきました。当時はバーを間借りして営業していましたが、現在は場所も変わっています。新しい場所については後ほど詳しくご紹介しますね。店内に入りました。アーセナル FC 関連のグッズとかが飾られていますね。ハンバーガー一つでお腹いっぱいがコンセプト。どんなバーガーが出てくるのか。ちなみにこちらのお店、土日のみの営業となっています。注意してくださいね。オーダーも済ませました。どんなバーガーが出てくるかとても楽しみ。頼んだバーガーがこちらになります。ベーコンクレソンチーズバーガーです。ソースはスモーキーバーベキューソースにしました。だいたい1600円くらいです。大船で本格的なハンバーガーが食べられるとは思ってもいませんでした。とても美味しかったです。ポテトも食べればよかった。ホテルからお店までの道を Google マップとストリートビューで紹介。だいたい徒歩で10分前後となります。ホテルから駅方面に向かい、冒頭降りてきた階段を横目に建物沿いに進んでいきます。駅前の比較的大きな通りに出てくるので、引き続き建物沿いに進んでいきます。大船駅東口に到着するので、出口前の信号を渡って交番横の通りを進みましょう。そのまままっすぐ歩き、大船2丁目の交差点にあるこちらの建物の地下1階になります。ここからはホテル内の施設を紹介していきます。こちらがホテル1階のロビーエリア。左手に自動チェックイン機が並んでいますね。さて、以前の動画でも紹介した非対面接遇サービスのリモライン。チェックイン機の前に立つと、なんとスタッフさんが声をかけてくれるんです。丁寧な対応をしてくださるので、機械操作は苦手という方は遠慮なくリモートのスタッフさんにお手伝いしてもらっちゃいましょう。もちろん対面での手続きも可能ですし、リモートも不要だよという方も問題なしです。数は少ないものの、椅子やソファーも置いてあります。ホテルの入り口付近に周辺観光のリーフレットやモバイルバッテリーステーション、そしてその隣にはアメニティステーションが設置されています。こちらは大船ルミネにあるスイーツ小町の優待券。種類豊富な入浴剤、どれを使うか悩んじゃいますね。
そしてアメニティを入れる手提げ袋も。ほうじ茶、緑茶、綿棒。ポーラのカラハリシリーズのスキンケアセット。クエン茶のティーバッグ。コットン、ヘアゴム。ボディタオル、折りたたみ式ヘアブラシ。T 字カミソリ、歯ブラシセット。歯磨きペースト、シャワーキャップ。ホテル入り口入って右手にはレストランのグランドゥーカ。レストランのすぐ近くには多目的トイレを含むお手洗いもありました。ロビーから進んだところに喫煙室。エレベーターホールに JRE ポイントの紹介も。貯まったポイントでグリーン車に乗れたりするので、ぜひ無料でいただけるコーヒーマシンも。ほっと一息な心遣いも嬉しいですね。エクスプレスチェックアウト利用時に使うルームキーの回収ボックス。そしてこちらは自動販売機などのコーナー。お酒やおつまみも売られているみたいですね。こちら側の自動販売機は電子マネー決済も利用可能。また近くにコンビニもあるので、そちらを利用するのも良いかもですね。自由に利用できる電子レンジも。カトラリーもフロントで伝えればもらえるみたい。そして無料の製氷機も完備。カップも設置されているので、氷が必要な時は使いましょう。そして2台のみですが、乾燥機能付きの全自動洗濯機も設置されています。1回120分で600円となっていました。大船はラーメン屋もいろいろありますが、今回は駅からすぐ近くにある焼きあご塩ラーメン高橋にお邪魔してみましょう。白飯が100円でいただけるみたい。これは嬉しい。外にある券売機で食券を購入する形ですね。どれにするか悩ましいですね。食券を購入していざ店内へ。食券を渡して調理待ちです。席はカウンター席のみの15席程度。決して広くはないですが、ラーメンなので回転は早そう。卓上には味のこだわりの紹介なんかが掲載されていました。あられ等の薬味や調味料も置かれています。あられは珍しいですね。そして焼きあご入りのほぐし身も。頼んだ料理が届きました。焼きあご塩ラーメンを注文しました。950円くらいだったと思います。塩らしくすっきりしたスープになっていますね。油も少なめのすっきりとした味わいのスープでした。麺は京都の製麺所との共同開発の特注麺だそう。平打ち麺ですね。そして白飯にはあられやほぐし身をまぶしてラーメンのスープをかけてお茶漬けに。これが100円でいただけるのは嬉しいですね。駅からすぐの場所にあるのでアクセスも良好。皆様もぜひご賞味あれ。おはようございます。今日はいい天気ですね。1階に降りて先ほどの施設紹介でも軽く触れたレストランへ向かいましょう。イタリアンレストランのグランドゥーカで朝食ビュッフェです。和洋食ビュッフェらしく、どんなお料理が並ぶのか楽しみです。チェックイン時に受け取った朝食券をレストランの受付でスタッフさんに渡します。席は自由席となっていました。混雑時は変わるかもしれません。食べログによると80席ほどあるみたいですよ。窓際のこちらの席にしました。それでは早速お料理を見てみましょう。まずは入り口近くのこちらからチェックしていきましょう。
サラダコーナーですね。ミックスリーフ、ドレッシングが2種。三浦大根、コーン、ポテトサラダ、トマトマリネ、春雨サラダ、マカロニサラダ、ごぼうサラダ。パンは食パンとクロワッサン、バターやジャムももちろんあります。メインの料理が並ぶこちらのビュッフェ台をチェックしてみましょう。スクランブルエッグとケチャップ、ソーセージ、肉団子、そして鶏の煮物、チキンとだけ書いてあるの潔い。イタリアンということもありパスタも。ナポリタンと本日のパスタはボンゴレビアンコ。紅茶のティーバッグやホットコーヒー。デトックスウォーター、ウーロン茶、アイスティー。オレンジジュース、リンゴジュース、牛乳。アイスコーヒー。ミネストローネ、味噌汁。味噌汁の具材もありました。丸宮のふりかけ、漬物、梅干し、納豆。その隣には白飯も用意されていました。ミニロールケーキ、ヨーグルトやグラノーラ、ミックスベリー、ピンクグレープフルーツ、パイナップル、切り干し大根、きんぴらごぼう。というわけでお料理をいろいろ持ってきました。和洋どちらも美味しかったですね。自分は和惣菜が基本的に好きなのですが、皆様気になるお料理はありましたか？ポテトサラダだけでなく、マカロニサラダやごぼうサラダはホテル朝食では珍しいかも。納豆やお味噌汁もしっかりいただいてお腹いっぱいになりました。すぐ目の前に広がるロータリーを見ながらゆったり過ごしました。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。さて、ここからはホテル宿泊の感想をまとめてみます。冒頭でもお伝えした通り、大船は横浜以南の観光地の玄関口となっています。観光とビジネス、どちらの拠点としてもとても利用しやすいのが最大の売りですね。お部屋も綺麗で過ごしやすいので、全力でホテルを楽しむのも良いと思います。大船自体も観音寺や松竹大船撮影所など歴史もある土地ですので、大船そのものを楽しむのも良いと思います。ホテルメッツらしくアメニティやサービスも充実しているので、旅や仕事の疲れを癒せるホテルとしても魅力がありますね。大船駅周辺は藤沢や横浜ほどではないものの繁華街ですので、食事場所にも特に困らないのも個人的にはおすすめポイントです。コスパの良いホテルとして鎌倉、湘南地方における最適解と言っても過言ではないかも。ちなみに湘南モノレールは宙吊りタイプでアトラクション感もあるので、高所が平気な人はぜひ乗ってみてほしいです。以上、感想まとめでした。名残惜しいですが、チェックアウトの時間となりました。お部屋のテレビからエクスプレスチェックアウトをやってみましょう。ちなみに今回は開始から完了まで20秒くらいかかりました。混雑状況で前後するのかも。JR 東日本ホテルメッツ鎌倉大船、いかがでしたか？観光地の玄関口という素晴らしい立地にあり、駅からも近く、それでいてお手頃な価格帯で利用ができる利便性の高さが光るホテルです。ホテルメッツとしては神奈川県において動画公開時点で最南にあるホテルですので、湘南方面や鎌倉、横須賀方面に訪れる際の拠点としておすすめです。もちろんビジネス用途としても使いやすいホテルの一つではないでしょうか。さて、気になる料金の発表です。ヤフートラベルからの予約で火曜祝日宿泊1名1泊朝食付きで7380円でした。1840ポイントを即時利用での金額です。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもホテル選びの参考になったり、ホテルに行った気持ちになれたら幸いです。また次の動画もよろしくお願いします。ゆうたびでした。